自由な発想ができてね、運命が変わって良いものとの出会いがね出てくるって。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は高次元についてお話をさせていただきます。私がねヒマラヤで修行をしてね、体が溶けてなくなってしまうとかね、で光だけの世界に入っていくとか、次元が違うねエネルギーの状態になっていくんですね。でそうやってさらにその心がなくなってね、無になって、そして体も消えて源の存在と一体になっていく。それは心を超えてということで、心っていうのは波動なのでね、そういったところでそういう世界がね高次元であるということで、そういう何もないところから私たちが送られてきて、次第に目に見える形になってきた。例えば氷とかね、目に見えますけどね、そこは温めると水分になって、水というか形が自由になってね、さらにその水を温めて100度にするとね、水蒸気になって小さな粒子になって空気中にねどんどんこの100度っていうふうに温めることでね、それで形が変わって変容して、でそこにもまだ酸素と水素があるんですけども、目に見えなくなってしまう。だから全てのものがですね変容して目に見えない世界にやがてね戻っていくって、源に帰っていくっていうので、源から生まれて変容して時を経てね、さらにそれが役割を終えて、そして形のない世界に戻っていく、そういう循環をしてるんですね。だから高次元のところに皆さんがつながって、あるいはそこから祝福をいただくとね、そうするといろいろ私たちは重くなるとね形になってきて固まってね、特にまた体などもストレスがたくさんになるとね緊張したりして物質化してね、すごく固まってるんですね。カチカチに筋肉硬くなったりね、心の怒りとか悲しみとかそういったものもね、細胞を緊張させたり神経を緊張させてね硬くなって、でそういうものが溶けてね、そしてそういう老廃物がなくなっていくとね、体も水のようにね柔らかくなってくるっていう風なね、緊張がほどける、そうやって自由な状態になって変容していくっていうね。そうすると気持ちも軽くなったり、心がねすごく明るくなってね、否定的なことを考えないように、人のせいにしたりね、人を恨んだりとか怒ったりとか、何か思うようにならないとイライラしたりとかね、そういうのがもっとエネルギーが自由に流れて、そして源からのねそういい波動で愛を持って人に話をできるとかね、そうでないとそういう固まった気持ちから喋るとなんか思うようにならなくて苦しい気持ちから喋ったりすると怒りが出たりね、人を攻撃したり、あるいは自分を否定したりとか、そういうふうにね、だからそういうような否定的になるとさらにね固まったりするっていうことも起きるんですね。だからそれを高次元って高次元のエネルギーにねつながることでね、皆さんがすごく心が軽くなって、修行をしてそのすごく沸点をね100度に持っていくっていうのはね、ヒマラヤ秘境のね内側の修行でね、私は合宿をやっていて、それでいろいろな教えをエネルギーを伝授したりね、だからプラーナのエネルギーをすごく活性化させて、火のエネルギーを起こして皆さんのストレスを燃やしてね、怒りで固まってるとか悲しみで固まってるとかね、そういう心が溶けてね愛の人になっていく。
だから1週間でねバッとそういうね自分がこう期待になったような高次元のエネルギーをこう浴びてね、また自分からもそういう修行することでね、低い次元のエネルギーをこう変容させて高次元のエネルギーにしていくっていうことでね、すごく感謝が湧き出たりね、クリエイティブの考えが浮かんだり、もっともっと自由にこう全体が見れるような、こう何かこう怒りで見るとかね、悲しみで見るとか、恨みで何か物事を解釈するっていうんじゃなくて、もっと広がったね宇宙的な愛でね、いろいろなことをこう見ることができて、でこう自由な発想ができてね、で運命が変わって良いものとの出会いがね出てくる。類は友を呼ぶっていうか、そういう高い波動になるとね、いいものを引き寄せる。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想目覚めのセミナーを開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。そういう私はディクシャっていうのを与えてるんですけど、それヒマラヤ聖者のディクシャっていうことでね、でそれで究極のサマディのエネルギーにつながることでね、そうするとこうすごく純粋なので高次元の波動をいただいてね、深いところから清められるということなんですね。自分のこう今までのね価値観とかね、いろいろな心にこう自分が染められているんですね。でそういうことからちょっと解放されてですね、そしていいエネルギーにつながることで、そこにシフトしてね、良い考えのもとに生きていくことができるというね、すぐさまね自分を変えてね、そして運命がどん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 良くなる。そういうふうに高次元の存在に皆さんもなっていくことができるってことなんですね。高次元の世界にたどり着くことで、僕自身とヨグマタもその世界ではつながることができるみたいな、なんかそういう解釈をしてもよろしいものなんですか？そうですね。もうあなたの中にも高次元のエネルギーがあるんだけれども、こう自分の価値観とかね、今までのいろいろなね教育を受けたこととか、そういうものにつながってるので、その奥に本質があるっていうのを気づいて いない場合があるので、そこにこう風穴を開けてあげるっていうかね、シャクティパッドなりこうエネルギーを伝授して、であなたの中にそういうエネルギーがあるので、そこを目覚めさせて、そしてそこにマスターを橋としてね、そこにつながってマスターが橋にならないと、ただ高次元の存在を思ってもそれは思い込みで実際にはつながれないんですね。だからそういう意味でそのマスターの存在、ヒマラヤ聖者の存在っていうのはすごくこの瞑想にとって必要なんですね。高次元に触れるとやっぱりこう体調だったりとかメンタル的にもいい方向に迎えることが多くなるんですか？そうですね。で私たちこういろいろなエネルギーが蓄積されているのでね、そういうのがこう溶けてね、こう浮かび上がるっていうそのプロセスとしてね、一見こう否定的なものがこう見えるとかね、今まであったんだけれども、ただ外を向いてたりね、違うことに意識が向いていたので、この自分の中を見つめた時にね、いろいろうごめいてる、そういうものを感じるかもしれないけれども、それがこう現れて消えていくっていうね、純粋になっていくためのプロセスなのでね、それを受け入れてさらに信じてやっていくということですね。だからそれを呼び込むには、それを信頼、深い自分を信じて、そしてその教えをいただくマスターを信じるっていうことで、信じることは精神統一なんですね。で疑うっていうことはそこにブロックを作ることで、自分自身を信頼すると自分のエゴを信頼しちゃうことがあるので、そのさらに奥のね本質を信頼することで、そういうとこからのこう応援をいただくとね、いいのかなって。それはブッダでもキリストでもいろいろなその人の信じてる宗教でもいいかもしれないですけれども、さらに生きたマスターがいると本当にそのエネルギーが実際にあるので、すごくその祝福いただいて、それで修行を
していきやすいっていうね、もういろいろなエネルギーがあるから捕まえちゃうわけですね。で変なものを捕まえちゃうとそちらにダーって行ってしまう。美味しいお団子があるのあったらそちらの方にバーって行ってお団子を買ってしまうとかね、そこでいいエネルギー、お団子を食べても一時的にお腹が舌が喜ぶだけで悟ることはできないっていうことで、それをちょっと諦めてそちらのいい方向に行くってね、いろいろな誘惑がありますから。でそのいいエネルギーをいただいてそれが強いとね、魅力的なすごいいい匂いがしたりね、美しい色が入ってきたりね、美しい音が入ってきたり、感覚の喜びでそちらの方にそれをもううろうろみんなしてるわけですね。だからその高次元って見えないからわからないわけじゃないですか、良さがね。だから自分のその不動で純粋でね、そういう命の働き、そういう良さっていうのはね、それこそ苦しい時の神頼みでね、この苦しみを逃れたいって、そういう時にその高次元の存在を思ってね、で楽になったってね、そういう時に思いやすいんだけど、普段はね思わないわけですよ。で普段から思うといい瞑想ができるようになるのね。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ感想などをコメント欄にお寄せいただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。